私たちは今ここにいます。ワクワクミスです。よろしくお願いします。今日のお話は一つ残ってるんですけど、感情の欲求についてというお話なんですけど、これはこの一文から始まったんです。感情は存在欲求を満たすと癒されるです。問題というのは出来事と感情っていうのがあって、出来事からは学ぶ、感情は味わい尽くすということをよく言ってたのですが、ずっとそういうふうに言ってます。で、この文に出会った時に感情の存在欲求って何っていうことが疑問になりました。存在の欲求というのは感情そのものの欲求であって、こちら側の欲求じゃないですよね。感情が存在の欲求を認めてほしいって言ってるだけなんで、感情側からするとここにあることを認めるだけでいいんですけど、これを大変なことにワーポノポノもそうなんですけど、100% の責任を受け取らなければならないという暗示がかかってますよね。僕もかかってるんです。で、認めて、そこにある感情を認めて、存在を認めて、これを受け取る、存在を認めるだけでほっとけばいいのに、認めてこれは自分のものなんだというなんか承認をしてしまうんですが、皆さん承認の欲求と存在の欲求の違いってはっきりしないんですね。僕もはっきりしないんですが、存在欲求っていうのは感情側からの欲求であって、こちら側の欲求じゃないので、感情側の欲求を自分が認めて自分のものだと思った時に、感情の存在欲求が消えてしまうんです。そこに存在していたいだけなのにということですね。なのでこれをちょっと区別するのに、感情は、僕は問題解決の専門家ですから、このことばっかりをやってます。問題は負の感情がくっついているから問題なんですよね。嫌な出来事をなんとか解決をしたい出来事、その、ご本人、自分にとってもですけども、困りごとついてる感情は絶対マイナスの感情だと思います。そのマイナスの感情を何とかしたいから慌てて皆さん来られるんですけども、感情には悪い、自分にとって不都合な感情と自分にとって好都合な感情があります。この2つがあるということをちょっと覚えておいてほしくって、負の感情の場合は存在欲求を満たして癒す。いい感情の場合は承認を入れてもいいんです。これはどういうことかっていうと、いい言葉があるんですが、喜べば、喜び事が喜んで喜びあふれて喜びに来るっていうお話を聞いたことあります？喜べば喜び事が喜んで喜びあふれて喜びに来る。喜びが増幅すると言ってるんです。これ承認欲求です。これは自分のものだとして自分が喜んでいい、感情を爆発させていい、喜べばいいんですが、これが逆に負の感情だとするじゃないですか。じゃあ苦しいっていう感情を持ってたとして、負の感情ですね。じゃあ苦しみを承認してしまうとどうなるのかっていうと、苦しめば苦しみ事が苦しんで苦しみあふれて苦しみに来るんですから、もっと苦しいんですよね。これが負の感情で厄介なとこで、100% の受け取りを認める、それを何を認めればいいのかっていうと、そこにある感情があるというだけで認めればいいということなんです。これが
こっち向いてやってますけど、これはここの中で起こってるんです。潜在意識と顕在意識、こっちも自分なんですよ。なので負の感情の時にはこの意識の感情を味わわないようにするというかな。僕はこれができるんですけど、なんでできるようになったのかというと、こういうことなんです。面接という設定があって、その面接に来られる方っていうのはもう困りに困って人生どうしようかという、もう後がないという状況のところに来られます。でそのお話の事情を、どうしてこのお仕事を選ばれたんですかということで事情をお伺いするんですけれど、事情を伺ってる時に出てくる話は、その方が今まで経験してきたことので今現状の困りごとのお話ばっかり聞くんです。でそれを聞きながら僕はクリーニングをかけるんですけど、ここで相手のその思いに同調してしまうと、僕はこの方を助けることができなくなるんです。同調もしくは同情というものを情を入れた瞬間に、この方と波長が合ってしまって、共倒れになるっていうかね。で何をするのかっていうと、僕はその話を聞きながら「うんうん」って、それが今までの過去の話ですよねと。で過去の話なんで、ここに来られた今ここにいるあなたは過去の話から、この話、過去のお話から解放されたいからここに来られてるわけですよね。僕はその話を聞きながらそれがあなたの今までの実力でしょっていう話で、感情を動かさないようにずっとトレーニングしてきたんです。同情をするということをしないという訓練をしたんです。ずっとこの悲しい出来事、理不尽な出来事、辛い出来事いっぱい聞いてきました。だけどそこでこの方に何とか立ち直るきっかけをという時には、こちら側がその感情に反応しないという、ただそこにあるがままに見るということだけをするというのをやってきたんです。だから相手の方、これが僕のそのホーポノポノ、もしくはこのワオポノポノに変えた時に、これが生きてるんだと思うんですよね。お話を聞きながら感情が動かないんです。で動いた瞬間に多分それは承認欲求に変わるって、僕が施術をしてうまくいくのは、相手の方の存在欲求を自分の中に入れた時に、その感情が動かずにそこにあるがままに見ているだけで存在を認めるということで、これが潜在意識の側から承認欲求じゃなくって存在欲求を認めてもらうと癒されるんで、この状態で顕在意識と潜在意識、潜在意識から顕在意識に向かってという、その懺悔と許し、こちらから懺悔、潜在意識から許し、こちらから懺悔、こちらから許し、これは長径、ワオポノポの10位のステップの中の、6の A 長径というのを使うんですが、懺悔と許し、懺悔と許しがこれを問題を解決させる最大のプロセスなんです。だから負の感情が起こった時に覚えておいてほしいのは、承認欲求と存在欲求が違うということです。存在欲求は感情側、ちょっと外に出しますけど、感情側からの欲求ですから、感情はそこにあることだけを認めてほしい。顕在意識が見てるんですけど、これを 100% 受け取るんですけど、存在があることだけを認めて感情を動かさずに自分の中に
入れて、ここで潜在意識から、まずは顕在意識から潜在意識に向かって懺悔と、潜在意識の方から許しを。で今度逆に成り代わる、入れ替わるんですけど、潜在意識の側から顕在意識に向かって、こちらから懺悔と許しを。両方とも自分なので入れ替わってやるということなんです。これがワーポノポノの長径で使えるパート1パート2というところの意識ですね。関連動画で、12のステップの解説、ホーポノポノバージョンでやってるもの、ワーポノポノでやったかな、ワーポノはちょっと覚えてないんですけども、ホーポノポノではやってますんで、そこに今言った、顕在意識、潜在意識、負の感情であれば、存在欲求ということを意識して承認しない、100% の責任を受け取るんだけども、それを存在があるがままに見るだけの状態にして自分の中に入れ込んで、懺悔と許し、懺悔と許しをやってみてください。じゃあ、ホーポノポノもこの手法でやればうまく癒せると思います。ワーポノポノは絶対完璧にできますけどね。はい、今日はこの話はね、めちゃくちゃ難しくって、僕も最近気づいたばっかりなんで、何回も出てくると思います。今日はまず1回目なんで、こういう話をしてる動画は見たことないんで、感情の存在欲求なんて考えてみたこともないので、これが承認欲求に変わってることに誰も気づいてないなっていうことに気づいたんで、この動画の配信という形になりました。でこれはワーポノポノの中でも絶対の肝です。みんな承認してしまって、喜べば喜び事が喜んで、喜び事は承認してもいいんですけど、負の感情を承認してしまうと増幅するということを覚えておいてください。これが負の感情を癒すためには、存在欲求を認めるだけ、あるがままに置いといて受け取るというのを心がけてくださいね。以上です。はい、私たちは今ここにいます。ワクワク。はい、存在欲求を認める、うちの師匠です。ポチッとしていただくと師匠も大喜びですかね。以上です。